こんにちは、誠です。朝食ついでに散歩です。すがすがしい朝です。ここはホテルのプールです。なんとここからハリウッドサインが見えます。ホテルのプールから見えるなんていいですよね。こんな感じです。プールの横はオベーションハリウッドです。実はホテルとつながってるんですね。ホテルの敷地から出ました。この扉の向こうがさっきのホテルのプールです。そしてここはもうオベーションハリウッドです。ホテルとショッピングセンターが直結とは便利です。道を歩かなくていいですからね。このフロアは5階です。窓が多い建物がホテルです。朝食を食べにハリウッド大通りの方へ行ってみます。今回はホテルの朝食はつけていないです。早送りで行き方をお見せします。さすがに誰もいないですね。ハリウッド大通りに出ました。ウォークオブフェイムです。ここがチャイニーズシアターです。ホテルから近いですよね。今日は何かイベントがあるようです。この信号を渡った先の店で朝食にします。私はおからて、そしてベーコンエッグマフィンです。奥さんはカフェラテ、そしてカプレーゼサンドイッチです。おからては甘くてコーヒーの香り濃い味がします。美味しいです。こちらはエッグマフィン、塩味が効いてて美味しい味がします。こちらはバジルの味がすごくよく効いていて、あとボリュームがありますね。美味しいです。こちらのホットも、こちらもこれでレギュラーサイズというのが大きいなと思います。店内は木目基調で親しみがある雰囲気です。朝食を食べ終わりました。ホテルへ帰る前にちょっと寄り道します。ここが有名なインアンドアウトバーガーです。大谷選手も好物のハンバーガーです。この店を見たかっただけなので帰ります。ハリウッド大通りへは400メートルくらいなので近いです。朝食を食べた店まで戻ってきました。向こう側にチャイニーズシアターも見えますね。オベーションハリウッドまで戻りました。3階のホテル入り口です。ホテルの入り口のすぐ隣がフォトスポットです。ここからハリウッドサインが撮れます。それでは撮ってみます。
ズームしていくと、まあさっきと似た感じですね。それではホテルへ戻ります。すぐ隣なんで楽ですね。扉は自動で開きます。ホテルのレストランです。朝食はこんな感じの場所なんですね。1階のショップです。ここで何か食べ物を買うのもいいかもしれません。それではダウンタウンの方へ出かけます。行ってみたかった観光スポットに向かいます。まずは映画ララランドに出てきたケーブルカー、エンジェルスフライトです。世界一距離が短いケーブルカーです。せっかくなんで乗ってみました。降りるときに料金を支払います。全長91メートルなんで乗車時間は 1,2 分です。上から入れ替わりで1台降りてきます。あっという間に到着です。料金は確か 1.5 ドルぐらいだったと思います。高台からの景色です。乗車できて記念になりました。それではこの脇道を通って下に降ります。エンジェルスフライトの道路反対側に来ました。ここはグランドセントラルマーケットです。中に入ってみます。地元のフードマーケットですかね。にぎわってますね。大谷選手の大きな絵があります。ここは人気のフォトスポットのようです。でもなんかちょっと雰囲気が違うような。グランドセントラルマーケットを出ました。反対側の入り口はこんな感じです。それではリトル東京まで歩きます。途中治安が悪いエリアがあります。絶対に入らないように注意が必要です。ここが都ホテルとリトル東京です。割と広い道路を挟んで街がある感じです。でも時間帯のせいなのか少し寂しい感じだな。日本村です。入り口に大きな櫓があります。レストランやお土産屋さんがあります。ここには人がいますね。これ日本的なお土産なんだろうか。日本村の道路を挟んだ反対側です。これが都ホテルの大谷選手の壁画ですね。これから歩いてユニオンステーションまで行きます。ユニオンステーションはロサンゼルスの主要駅で、地下鉄の乗り入れや空港行きのバス、ドジャースタジアムへの無料のバスも出ています。でも途中の道の治安はどうですかね。ユニオンステーションに到着です。綺麗な建物です。リトル東京から徒歩15分から20分くらいです。ドジャースタジアム行きのバスの案内ですね。駅の内部はとても美しいです。クラシック映画のワンシーンにいるようです。歩いてきた甲斐がありました。見れてよかったです。それではリフトを呼んでハリウッドまで帰ります。オベーションハリウッドに戻りました。今日はこの後ドジャース戦を見に行きます。せっかくなのでドジャースグッズ専門店クラブハウスを見てみます。
店内を撮れてないですが、たくさんの品揃えでした。スタジアムのショップは混雑するので、ここで買うのもいいかもしれません。何か昼食を買ってホテルで食べようと思います。ウォルグリーンでサンドイッチを買いました。ウォルグリーンは大手のドラッグストアで食料品も買えます。あとオレンジジュースとレモネードです。この3つで 16.45 ドルです。まあ安い方ですかね。いよいよドジャースタジアムへ行きます。ホテルからリフトを利用しました。もうすぐです。到着しました。ここからは歩きます。テレビで見たことがある看板です。スタジアムまでは少し上り坂です。スタジアム横のショップまで来ました。さあ入り口です。入場しました。なお手荷物持ち込みのルールに注意です。決められたサイズ以下の透明なバッグでないと基本スタジアムに持ち込むことができません。あとはとても小さなバッグだと持ち込めるようです。まずはグラウンドがどんな感じか見てみます。広い。三塁側のかなり上の方の席ですね。でも初めて見るドジャースタジアムは感激です。ファンサービスと書かれたカウンターです。初めて観戦する人は缶バッジが無料でもらえます。席を探しに移動します。さあ席の列まで来ました。一塁側の2階席です。席に着きました。今は日差しが眩しいですね。席選びの際は時間帯は考えておくと良いかもしれません。腹ごしらえです。いろんな店がありますね。でもやっぱりドジャードッグですよね。奥に銀紙に包まれたドジャードッグがあります。ドジャードッグはパンとソーセージだけです。ここはトッピングのステーションです。購入後、自分で玉ねぎなどをトッピングします。ケチャップ、マスタードもあります。ビール2本、ポテト、ドジャードッグを購入しました。これで 64.19 ドルです。高いな。アメリカ国歌斉唱です。心に響く素晴らしい歌声です。選手紹介です。大谷選手、人気ですね。今日はカーショー投手です。今日の相手はトロントブルージェイズです。今思えばワールドシリーズの対戦相手でした。カーショー投手のピッチングを見れて嬉しいです。大谷選手対シャーザー投手です。見事にヒット。ゲレーロジュニア選手と仲が良いようです。フリーマン選手、
残念、三振でした。再び大谷選手。ツーベースヒットです。さあ、ベッツ選手。ホームラン。ドジャース逆転。この歌は Take Me Out to the Baseball Game という歌です。MLB では7回の裏に全員で歌うのがこれです。みんな立ち上がって大合唱です。この一体感がいいですね。せっかくなので店を見に来ました。日本語もあります。でも店を見てたら試合が終わっちゃいました。5対1でドジャースが勝ちました。この店には選手のバットが飾ってあります。もっとよく見ればよかったな。少しスタジアムを見ながら帰ります。いろんなところでグッズを売ってますね。MVP 経験者が描かれてます。チャンピオンリングのオブジェです。ユニオンステーション行きのバスの待ち行列です。最後まで見るとこの混雑に巻き込まれるのか。バスはいつ来るんだろう。1時間待ってようやくバスが来ました。ユニオンステーションからはリフトで帰ります。ドジャース戦見れてよかったです。実はロサンゼルスは今日が最後です。でもこの旅行はこれからが本番なんです。さあ次はラスベガス。思いっきり楽しみます。